こんばんちは。初心者や未経験者向けに弓道の説明をしている弓のつこの神の冬の弓です。今回は弓道における弓の引き方、いわゆる射法についてざっくりと説明していきます。はい。というわけで、今回は弓の引き方のお話。実際に弓を引くとなると覚えることがたくさんあって説明しきれないので、今回は大まかに見た目でわかる動きの説明をしていきます。では行きましょう。弓の引き方ってめちゃくちゃ大きく分類すると、矢をつかえた直後に弓を打ち上げる方法、正面打ち起こしというタイプか、矢をつかえた後に下の方でちょっと引いてから持ち上げる斜面打ち起こしというタイプの2つに分かれます。いや、分かります。分かるんですよ。経験者の方はこの段階ですでに説明のざっくりさ具合にちょっとそわそわしていることだと思うんですけども、今回は終始これぐらいのざっくりさ具合でいきますんで、よろしくお願いします。話は戻って2タイプあるっていう話。実際にはこれ以外にもあったり、2つの中でもさらに細分化されていたりするんですけども、それらを全て紹介するのも大変だし、ね、私も全て理解できているわけではないので、今回は現在多くの人が行っている弓道連盟によって定められた射法についてざっくりと紹介していきたいと思います。まず、弓道を習うと序盤に聞く単語として射法発説というものがあります。これは文字通り射法、弓の引き方を8項目に分けたものです。これをもとに説明していきたいと思いますが、いきなり単語を説明しても分かりにくいので、実際に弓を引いている動作と合わせて単語をご紹介します。射法発説の内容は、足踏み、胴作り、湯構え、打ち起こし、引き分け、回、離れ、斬新。これで8項目になります。各項目がどのような動作なのかを個別に説明していこうと思います。今回は見た目の特徴を中心にお話ししていきますね。足踏み。足を開く動作です。今回は左足を開いたら右足を一度左足に寄せてから開く方法を紹介します。これを一足で開くと言ったりします。射法によってはここからすでに違いがあったりします。胴作り。弓を左膝に置いて右手を腰に当てます。見た目はこれだけの動作ですが、体の使い方としては、足踏みで足腰を整えたところで上半身を安定させるように背筋を整えたり、体の重心を意識したりします。湯構え。矢を使えて右手をつるにかけ、左手の弓の持ち方を整えます。実際に弓を引き始める直前の動作で、右手をつるにかける時の具合や左手の弓の持ち方の調整が見た目以上に難しかったりします。打ち起こし。湯構えの位置から両拳を上に静かに持っていく動作です。最初に言った2種類のうち、今回する射法とは別の斜面打ち起こしでは動作が大きく異なり、ここで上げないという方法になります。引き分け。打ち起こした弓を左右に引き分けます。
右手だけで引っ張るでもなく、左手だけで押し広げるだけでもなく、左右のバランスが大事です。ここで力任せに弓を引き始めないように気をつけます。はい。引き分けをさらに進め、矢を放つ直前の状態となります。見た目上では止まっているように見えますが、実際は矢を放つまでずーっと引き続けているような状態です。離れ、矢を放ちます。これまでの積み重ねがうまくいっていないと、綺麗に放つことができません。また、射手の心情としても一番緊張する場面かもしれません。斬新。射の総決算とも言える場面です。矢が放たれた時の姿勢を保ちます。離れをうまくできないと綺麗な斬新を取るのは難しいんです。斬新の後は湯倒しという動作をして元の状態に戻ります。はい。これが弓を引く動作になります。最初にも言いましたが、実際に弓を引こうとすると、もっと気にすることが増えます。例えば、息遣いであったりとか、重心移動が、さらには筋肉や骨格と人それぞれに違っている要素で微調整したりもします。矢を飛ばすことは簡単でも、安定して的に当て続けるのは少し難しいんですね。おまけの話だけど、成長や老化によって体の様子は変わっていくので、月日が経てばまた自分の射を調整する必要があったりします。自分の射が完成したと言えることがないのが弓道の面白さの一つなのかもしれないですね。それでは今回の話はここまで。ではまた次の動画でお会いしましょう。弓道系 VTuber の冬のゆみでした。バイバーイ。